今回はお正月に余りがちな切り餅を使って簡単に作れるミルク餅の作り方をご紹介します。お餅のもちもち感と牛乳や豆乳の優しい甘さが合わさり、お子様のおやつやちょっと甘いものが食べたい時にぴったりの一品です。お鍋一つで作れ、使う材料も3つか4つととても簡単です。ぜひ最後までお楽しみください。まず前半でオーソドックスなミルク餅を作り、後半ではきな粉やココアなどのアレンジバージョンをご紹介します。切り餅を2個用意します。切り餅は1個 50g なので合計 100g。丸餅だと1個 30g くらいの場合があるので、お餅の大きさによって調整して作ってみてください。お餅は1センチ角くらいの小さめのサイコロ状に切っていきましょう。小さく切ることで牛乳と混ざりやすくなり、加熱時間が短縮されます。お鍋はできるだけ小さめのものが理想です。今回は14センチのミルクパンで作ります。ここに牛乳を 80ml 入れます。豆乳でも代用できます。ここにお砂糖などお好みの甘味料を大さじ2杯入れます。甘さ控えめなのでしっかり甘めにしたいときは大さじ3がおすすめです。沸騰するまでは中火で温めていきます。すぐに沸いてくるので、こうなったら弱火にします。吹きこぼれやすいので注意しましょう。木べらやゴムべらを使って底が焦げつかないように混ぜていきます。しばらくするとお餅の角が取れて少しずつ牛乳に溶け出していきます。お餅がまとまってくるまで混ぜていきましょう。しばらく練っているとお餅がまとまってくるので、鍋肌についてしまっているお餅も剥がしながら混ぜると後の洗い物も楽になります。お餅にツヤが出てきたら OK です。クッキングシートの上に広げます。クッキングシートがないときはラップやお皿の上に片栗粉などで打ち粉をしてからお餅を広げます。このままお皿に盛って出来たてをいただいても美味しいですが、切り分けたいときは一旦冷やした方が切りやすいです。水で濡らしたゴムベラで形を長方形にします。両端を折りたたんで乾燥しないようにしたら常温で冷めるまで置いておきます。次はきなこバージョンを作ります。今度は豆乳で作ります。
お砂糖を濃縮甘酒で代用します。お砂糖より甘みが弱いので大さじ3杯分用意しました。きな粉は大さじ2杯。お砂糖などが入っていない無糖のきな粉を使用しています。混ぜる工程はミルク餅バージョンと同じです。まとまってツヤが出てくるとこんな感じになります。クッキングシートに包んで冷めるまで休ませます。最後はココアバージョンです。無糖のココアを使用すると少しビターなチョコ味になるので、甘味料は大さじ3から4くらい入れるとちょうど良いかもしれません。ラカンカで甘みをつけました。無糖のココアを大さじ2杯。こちらもきれいにまとまりました。ゴムベラを使わずにクッキングシートの上からそのまま形を整えても大丈夫ですが、最初にゴムベラで一度整えておくとシワが出にくく、表面がきれいに均一に仕上がるため、この方法にしています。常温で1時間ほど冷やしました。ツヤツヤしています。切るときは包丁や指先を水で濡らしておくとくっつきにくいです。側面を切り落としてきれいに仕上げます。包丁はこまめに濡らすとくっつきにくいです。こちらはきなこミルク餅。生キャラメルのような見た目です。こちらはココアバージョンのチョコミルク餅。生チョコのようで美味しそうです。すべて切り終わりました。冷めても硬くならず柔らかいままです。ミルク餅はほんのり甘くてミルキー。この優しい甘みがどこか懐かしいです。きなこミルク餅は甘酒のコクときな粉の香ばしさで和風テイストに。チョコミルク餅はチョコレートを使用していないのにしっかりチョコ味になっていて、こちらもとても美味しいです。他にも抹茶味やほうじ茶味、ごまを混ぜ込んでも美味しいと思います。ミルク餅は作った当日にいただくのが一番美味しいですが、次の日でも柔らかいまま召し上がれます。ラップなどに包んで乾燥を防ぎ、常温で2、3日ほど持ちます。
冷蔵保存で1週間ほど日持ちしますが、冷蔵庫に入れると食感が硬くなります。硬くなった場合は電子レンジやトースター、フライパンなどで温め直してからお召し上がりください。今年もお料理が楽しくなるレシピをお届けしていけたらと思っています。本年もどうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。